泣いてるよね。ほら緊張じゃないな、泣き始めた。ほれセミですよ。来た。来た。こっからです。ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ。さあ2日目ということで、昨日はね寒かったからね、はい。ちょっと今日も寒いですよ。今日も寒いね。昨日が12度、今日が15度ということで、まだいまいちセミは鳴いてないけど、昨日も何本かトップでバイトあったから、今日ちょっといいのを取ってもらいたいので、はいできたらもうセミをね、セミをトップウォーターを対応して投げていただければ。でかい実のでも出ないです。出る。あ、出るけど。80ミリ、90ミリで、ここは途中で泥というか、砂地結構あったじゃない。でそういったところには土壌がいるので、はいはい。土壌の硫化パターンなんかもある。なのでフローティングミノのバルサのフローティングの10センチとか、でも出るんですね。そういうのもでも実績がニジマスはありますね。なので今日もでかいのんで 48UL で、もちろん2人ともベイトタックルで、はいトップウォーターメインでやってみたいと思います。はい。見てみましょう。行きましょう。そこ美味しそうなんだよな。ちょっとやります。うん。さあこの辺からこれで出ろ。来い。このラインを送るの楽でいいですね。そうベイトは。ベイトはね。今日曇天だからさ、すごい反射して見えないじゃん、地形が。だからちょっと高いところに上がって確認をして、ストラクチャーをあそこかって言って下に戻って打ち直すとかっていうのもありだよね。いややっぱもうちょっとちっちゃい方がいいかな。いると思うんだ、魚は。あれですか。ちょっとルアーチェンジしてみま今の時期の春ゼミはもう2.5センチとか3センチなんで、スズメが飛んでたらあれもありなんだけどね。スズメバチもちょっとでかいから、僕は未だに現状でセミ鳴いてるんだけど、気のせいですね。す。これですかね。フクゼミのちっちゃい方。なんか有名ルアーらしい。北海道のユーザーはフクゼミでいっぱい釣ってますよ。お一人様1個でしたよ。自分が行ったところ。特に今の時期はね、何グラムなんだろう。2.5 ぐらい。軽そう。あ、でもなんかセミっぽい。ちょっと色が見えないね。よし行こうか。はい、はい、じゃあちょっとルアー変えてバッタエビセン。有名です。有名ルアー。これも釣れるルアー。白が1個だけあったんで。流進ですか。これ飛ばなさそう。もう直アップで流進。直アップで。これぐらい飛ぶ。一番強いところに打ってほしいかな。あそこのね。はい。で白く見える石2枚。むずい。つくとしたらあの辺。むずい。ギリギリまで寄ろうか。これはスピニング用ですかね。いやでも結構、でも2グラムちょいか。相当軽いですね。IRC というとブランシエだったらいけますよ。これぐらいしか飛ばせない。ここは出ないな。本当にど真ん中。浮力感も大事なんですか。もちろん大事だけど、視認性っていう部分とかね。浮きすぎてもダメ。そうだね。まあ要は虫っぽく。これぐらい浅いところにも60がいるんです。一番釣れるカラーは黒なんですよ。あ、そうなんですか。そうでマーカーだけ背中に貼っとくの。なるほど。でシルエット下から魚は見るんで、黒焦げ茶で時に薄クリアとかで、それで全く出ない時にチャートとか白とかを入れる感じ。あ、ここはいそうだ。いた3匹見えますよ。いやしたらここでかいのいるんで、もう一回フクゼミのでかいのに変えてもいいかな。10匹ぐらいいますね。本当。うわ、見もしない。いやあれでかすぎる。さくらか。見もしないです。やべ、さくらだ。さくらですか。でけえ。参ったな。あれ全部そうですか。浮いてるやつは桜っぽいな。めちゃめちゃいっぱいいる。いや参った。2、30いる。ガーン。めちゃめちゃいる。あ、すげえ来たよ。さらに。でももう僕らに気づいてるんですね、これ。いやー参ったな。プールは彼らにやられてる。桜が多いプールとかは岩盤の際とかに虹は追いやられるから、そういったところをトレースするようなスリットとかね。でこういった桜がいるところで虹釣るとしたらそのライン。岩盤。ピーカク打つ？ちょっと張りが出るよ。はい。ピーカクいる。ニジマスがいる。出たよ。ごめんなさい。見てなかった。何？見てなかった。そう。出たよ。30後半ぐらいな感じ。もうフクゼミシャローやる。つまんじゃったからあいつは出ねえな。出ましたか。ちょっと色変えたり形を変えたり。いやでももうダメかもな。そんなにいっぱい浅いんでいないと思うから。そうですね。ダメよ、よそ見しちゃ。右と左から出たって言われてみたいな。全然見ても知らないのはまさちだけ。出ました。オッケー。触らなかった針に。あんな魚体出して食うんですね。いや出る。出た。よし。乗んない。
いやー、ちょっとフック何見してフックフックシングルに抱いてる？今抱きました。あまあそのセッティングが出せてない。はあはあはあ、はあ、出たな。じゃあ各プールで出るいい日だ。いいですね。やっぱ気温が上がってる最中だからうん。出るよ出るよ出るよ。出た。出た。ああ。乗らないのよ。あのね、シングル乗らないんだ。シングル乗らないですか？乗らない。即合わせの方がいいですか？即合わせんじゃなくてスイープにこうゆっくりそこを引くみたいな感じで、でティップが完全に入って、なるほど、スーッと合わせる。うん、で次の試練は合わせの難しさ。2発出たね。うん、もうないかな。手前あとは一番強いところはいの向こう側とか手前肩すごいいい日。これがあと5キロぐらい続くからね、やばいよ。なんでトレブルだと叩く人がいるんですか？炎上する人いるじゃないですか、トラウトで。うん、トレブルははい箕面につけてると、はい顔の先端とか柔らかいのね。小さいヤマメとかがトレブル食うと目から針出てきたりするわけ。あそういう痛ましいでしょ。最小限にしたいのでシングルフックなんだよね。ただニジマスの場合は絶対出ない。大型狙ってたら。じゃあちっちゃいミノでトレブル合う。そうそうそう、ちょっとよろしくないか目な。針刺しちゃうよってことなんですうん、ダメージがやっぱでかいんだけど、でかい50とかになってくると肉厚でそんなにダメージが少ないと思う。流れはないけど、はいそこ結構手前の深いからはい。ポチャガブがあるかも。ポチャガブ。ポチャガブ、ポチャガブって新しく聞くキーワーこれのポチャの後に1秒以内にドン。ド。待ってんですね。うん、そうでもう来ないんでもう回収で、今の2メートル奥ちょっとそれセミの幻聴は聞こえてるんですか？今聞こえてるシャワシャワ言ってる。鳥の鳴き声。僕ぐらいになるとね、こう期待しすぎて常に泣いてるんだよね。病気ですね。病気ですね。右から行った方がいいですからね。できれば水入りたくないんで、はい。俺だったら、あっちから壁で石化けしながら打てるとこ打って、石化け。でそーっと渡ってかな。石化けって釣り木三平の何編でしたっけ？岩名編岩名毛張り三陣の時。毛張りさんです。毛張りの先生のとこ行くとやつだ。そう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 。そうだ、石化けの術。その辺でストップ。極力近づかない。石化け、石化け。そうそうそう。丸見え。さくらが占領してんのかもな。そうするとどうなるんですか、ニジマスは。ちょっと追いやられるんですか？そうだね、岩陰とか。おそらくこの立ち位置からだと、はい。岩盤に沿って泡が流れてるじゃない。はい。岩盤の内側に虹は追いやられてると思う。ニジマスも50センチとかなったらもう王者かと思いきやそうでもないんですね。そうだね。この辺の川には春の桜マス、それから夏のカラフトマス、秋の鮭が登るから。あれ、こっちダメだ。あ、ここダメだの場所覚えてる。木は桜だらけだ。ああ、すげえ。すげえ。すげえ、すげえ、すげえ。もっと前来た時水ありましたね。まあでもそんなに多くはなかったんじゃない？かな。この辺まであった気がするな。こういう鏡のようなプールははい。1秒。1秒。流れがあればもう耐えるっていう。なるほど。流れに乗せれれば。泣いてるよね。セミ鳴いた。ほら、幻聴じゃないな。泣き始めた。ほれセミですよ。来た。来た。こっからです。ライズした、ライズした、ライズした。ライズした？しかもいいコース。始まったぞ。始まりましたか。このゲゲゲジャグジャグジャグジャってやるのがセミ。これ春ゼミ。これセミ。ダメか。ライズしたけどな、ニジマスが。赤いラインが見えましたけど、さっき。出ないんだ。楽しいな、この釣りは。ドキドキがいいですよね。ナイスナイスナイス。なんか落ちたセミみたいにブルブルさせなくていいんですか？大丈夫。大丈夫。余計なことすんな。いいコース流れてるけど。いいコースだ。いやもうこれで出なきゃ仕方がないわ。仕方ないんですね。いないとしか言いようがない。いない。でもすげえ、ここでのポイントでのキャスト完璧。完璧。褒めて伸びるタイプではないんですけど。褒めてもらっちゃった。わあ、むずい。知識がむずい。ちょっとやってみようか、試しに。結局フライを上げちゃうとあそこに食われるので、ということは手前にこれだけ入れてあげて、その反発を利用して早めに離せばあそこに向かっていくという、この弾道ですね。この弾道。ちょっとサビングしちゃったけど、すげえ。重いルアーならできるんですけど。この軽いやつの場合はこのロッドの生かし方として、こっちに死ぬほど力を入れるの。死ぬほど。こう、はい。こう。
向こうに打つんじゃないかっていうぐらい入れて、この弾道が出せれば低弾ライナーで行くわけですね。死ぬほどこっちに。そう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 、その弾道まあまあできるんですけどね。じゃやってくださいよ。バックラが嫌でやんなかったんああ、逆にでも手前に入れた方がバックラッシュしないよ、初速が出るから。ですよ。まだそういう自信がないですね。なるほど。なるほどな。うん水の音がダメなんですよ。ダメですねゴボーって。ダメ。それで水をジャバジャバやって食ってくるのは20センチ台。なるほどね。うんこんな離れてても聞こえてるんですね。そうなんだよ。なんでバックハンドの方が、グリップエンドを当てられるからか。そうだね、てこの原理が効いて、ここだからが曲げやすいんだ。だから死ぬほど後ろに入れやすい。そうだ。こうでやるとなんか抜けるんですよ。だからあむずいなと思ったけど、そういうことか。ー木化けしながら、プールはね流れがないので見つかっちゃう可能性があるので、こういう木に隠れながら打ちます。着水ドン。ないか。流れがない時はもうど真ん中で打ってもすぐ見つけてくれるので、軽くチョンなんてしたぐらいにして、アタックしてこないね。50メーターぐらい離れたところから見たら相当変な人ですね。そうだけどね、その変な人にならないと釣れない50アップ20はね釣れないんだよね。センターより右出ないんで、ちょっと前に出て、流れ絡みの泡のところですね。出ないいいとこ。出ないんだ。出ない。ダメ。残念。どうぞ。ないね。今落ちて 0.5 秒でないって言いましたよ。せめて1秒ください。数メートルからふわっと出てくるのよ。へやっと来たみたいな感じで。もう待ってんですね。そうそうそう。どの位置で待ってるかこっちから見えないから。確かにいつも2秒ぐらいで出ますもんね。あそこだね。岩盤の速い流れ。いや飛ぶようになったな。すげえな。戦えますよ。戦いますか。戦えます。もう武器を手に入れたって感じ。このぐらい飛ばせるようになるまで5年かかる。でも1年に1回しか来てないから。だから5回でいいんだよ。5年で言うと尺長いけどね。気持ちいいな、キャストが決まってくれっと。最高だよ。いいね。すげえいいよ。いないけど。褒めて伸びるタイプではないです。すげえな。褒められると嬉しいですね。私はやるな、やっぱり。やるんじゃねえかとは思ってたけど。5年かかるから5年。いや違う違う、5回でいいんだよ。で、さっきは立ち位置あそこだったじゃない。でやっぱり構えてんのここだと思うのね。そこにいるんですね。こことこことこの下で、トップウォーターは例えば一番ベストはここの泡のところに落とせばここ流せるじゃん。そしたらまずワンチャンあるわけだ、ここで。でこのままドリフト、いった逃げてきました。でこの辺でまた2チャンスあるわけで、次がこの終わった後、こいつの倒木の下にいるやつがって言って、ここに落とすのが一番やっぱ大正解なわけだ。でこの地形を見たらね、上に木があるじゃないですか。もうだから普通に虫がポチャッと落ちることはあるわけですよね。そうだね。でここの場合はずっと向こうから流れてきたやつを待ってるやつで、プールとかの開きとかに関しては上に葉っぱがあったら落ちねえかなみたいなを待ってるわけだ。でここは本当流れてくるのを待ってるやつが。ってことは速い流れに乗って下に降りてくるのがいいわけですね。そう流されてる虫がこういう感じで、自然な虫だったら、例えばここから100メートル上で死んだやつだとしたら、やっぱこの泡のレーン取ってくるわけだ。ここを通るわけ。泡と同じだからここだと出ないわけよ。ここを流してもここですね。そうで、ここにきれいに流れるようにライン調節をする。この流れとかに取られないように。だから俺だったら高い位置からここに投げて糸張って、もう糸を水につけないでこう流していくとか、もしくはここだとしたらやりづらいので対岸の上に渡っちゃうとか、そんな感じで大きく回っていって、要はここにどうやったらここに打てるかっていうところと、綺麗に流せるかっていうことを考えるとすごくいいと思います。それがベストだけど、待ってる連中からしたら別に例えば2メーター離れたここでも飛び出してくる。よっぽどのやつかな。そうなんですよね。じゃあ、開いたとこは飛び出してくる。そう飛び出してくる。こういうピンポイントのとこはピン打ちがいるわけですね。ピン打ちのあれが必要。これね、分かりやすいよね。まあもしかしていたらラッキー。岩盤岩盤から手前に泡が効いてるので、待ってるとしたらあそこで食わしたいわけだから、そのアップに投げて
いいじゃん、すげえいいじゃん。あー、ドラッギングかかっちゃったでしょ。かかっちゃってます。はい、これはダメだね。風が右から左にちょっと来るからそう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 難しいですよね。フライマンはだから打った後で S 字を書くわけ。ティップをブブンと左右に振って、そので S 字分ドラッグかかんないように。そこに置いちゃうんだ。そう針の周りにラインを置くんですね。そうそう。でその分、分その数センチ着水の直前にまだドラッグかかんないよね。うん、まもなくかかっちゃうなるほどね。着水の直後。と。あ、そうあーまあね、難しいよね。そんな感じでも。なるほどね。すげえテクニックだな。あ確かにリーダーを S 字で置いときたいですよね。確かに。あ、でも風が邪魔。ダメですよね。うんさあ、ランチ。ランチ2時にしましょう。はい。熊はやってやりすぎってこともない。まあやりすぎるのもあれかもしれない。ないとは思うけど、まあ、いっぱい僕もね最初の頃はロケット花火、うん爆竹、はい。鈴、スプレー全部やってたの、はい。でもいつしか花火系をやらなくなっちゃったんだけどね。でその前になんとなく周囲何百メーターにいたらね匂うんで、はいはい。うん匂いでね。そうそう。で特になんかさ、ほら沢が結構あったじゃない、うん両サイドに。で沢がね道なんだって、うんそこからやってくるんだよ。そうですよね。うん、で沢を登ってくる。自分なんか思うのは結局、んその炎上しがちな、うんね熊よけのあれもあるけど、うん死ぬのは僕たちですから、そうそう本人が納得いくまでやらないとうんダメってことだとそうですね。身長慎重なら慎重でいいしね。はい。ということでご飯食べましょう。今日はおかかと卵、これだけ？自分はこんだけです。あ、そう。僕は2年前と同じ焼きそばいやそうとダイエットなんでこれですね。ああ美味しそう。サメ泣いてんだけどな。まだ半分も来てないからこれから良くなることをちょっと期待したい。午後はねいいんでね釣れるんでね。うん。ああ。うまい。マサッチ LINE トラベル中。おお。ライズちっちゃい。あ。見に来た。よし。よし。ああ。乗らね出ましたか。出たね。やっぱりイメージ通りでしょ。メインの流れの強いところで流れてくるのを岩陰で待って、ちょうどその岩の影の尻で出てきたのね。ここね、こういうのを一回素振りを入れてやるとトラブルが少ないですよ。さあここで、いやーでね、見切ったー、くそ。だとしても今のはあでもついてきてましたよ。ど真ん中のレーンなのでちょっと避けて、まずは手前から行くか奥から行くか。奥から行こう。大型魚は神経質なので、そういう木に隠れて葉っぱ化けですね。葉っぱわけですね。本当3秒ですね。3秒以内うん決着がつくんですよね。そう見えないけどいるんですよね。そう魚は。あの岩だよね。じゃあ先生お願いします。裏打ちの基本。まずこっそり後ろ行って。あ、深いわ。ああ。それでバレないですか、魚に。わかんない。出ない。綺麗なとこだ。木化けしてむず体勢むず。なんか重心すらずれると難しくなりますよね。そうだねキャストって曲がんなくなるんだよね。そういうことか。ティップ投げになっちゃう。よいしょ。いいとこ。よし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 。いいとこ。いいところ。木化け木化け。楽しい。ダメか出ないな。いやまだ待って待って。まだいいとこ。うん。あ泡の中を。あ、これか。よし。出ろ出ろ出ろ。ああいい感じ。あれで最高の流し方だったけどな。いや全然出るやつで。あらー、ついてないってだけだな。いやここ良かったのにな。ここ美味しいのに。だよあいつら。ああまた上流登っていってる。飛べよお前ら。もしかしてあいつらのせいで釣れな多い。分ね、絶対いるじゃん。昨日と同じだな、あの鳥。昨日もいた。でバタ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 って俺らのずっと上流をさ、どんどんね。バタバタしていくわけ。それは釣れないですね。これはちょっと厳しいわ。
ああ行っちゃってる。あんな勢いで逃げてくんだ。ずっとこうねパタパタしながら行くんだよね。まあそうでしょうね。僕らが高待ちしない限りは。あのね、はい今のこの辺のこういう場のキャストできるんであれば、はいすごい面白いとこ実は川あって、はテクニカルで今度はイワナしかいないの。いはいはい。でかいですか？マックスが50、お、いいっすね。で本当にテクニカル。はい、そういうとこが好き。打つ前にね悩むの。どこから打ってどこでランディングしようかなみたいな。楽しいですよね。すごい楽しいよ。いいとこ。いいんじゃないかな。あ出た。ああ、乗んない。残念。乗んなかった。待ってたんだけど、重みがかかる前に加えたけど離しちゃいましたね。重みをあいつはもう来ない。もう来ない。来ない。パシュッと出ましたけどね。ほんとワンチャンスしかもらえないね。なんかふわっと投げ完全にマスターしたね。ふわっと投げは。フラット投げの利点はその葉っぱからセミが落ちる音と同じなんかそんな感じですよね。クワガタとかがお茶と落ちた時のデシベルと全く昆同じ。虫の妙な軽さがそう石とかと違う。うん岩ついてそうですけどね。有心で食うんだな。いや渋いね。やっぱ朝寒かったのが効いてんですかね。多分ね。なるほどね。さあじゃあ本日ラストポイント。最後に一番美味しいポイントが、しかも大場所だね。奥ですか？これ手前から向こうに向いてるメインチャンネル入れちゃって、はいそれをドリフトさせて、はい1メートル以内にドンみたいなイメージかな。手前はいいですか？や手んなくて前も刻みたいけど、はちっこいのやられると困るなと思って。い。なるほど。奥それで50アップいるから50アップ絶対いるんですよ。いきます。じゃあ奥投げ込ます。ポイントが派手なほど押すんだよ。ああちょっともうちょい右。いや間違え左。あ手前でライドした。奥側のさらしの下を。ここ絶対そうなのに。あ、本当だ本当だ。ミノにしてもいいんだけど、もう今日はこれでやめときます。もうトップオンリーで通して。まあでもバイトは結構もらったね。そうですね。4バイトかな。ちょっと乗らなかったけど。そうなんですよ。なかなか乗らないんだけど。明日今度一転して30度。30度。だでからセミギャンギャンですか。もう虫たちが爆発するから爆発もうちょいいいんじゃないかなと。爆発する。爆発しますよ。虫が自然界が爆発するから。自然界がね爆発する。いやーっていう風な感じ。もう全生物が。そう全生物が。クマも100歩みたいな。やばいそれはやばい。クマだけは寝といてほしいけど。まあでも電気になりますよね。まあでもそういう日がやっぱり来ますよ。久しぶりに30度だから。でガーって水温が上がり出しますもんね。かなり期待はできると思います。じゃあ明日に。でっかいの跳ねた。でかっ。やっちゃおうかな。です。はい。とりあえず一回締めます。そうだね。ってことで僕はまた明日。そうだね。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。